はい、皆さんこんばんはと言いますか、おはようございますともしかしたら言う人もいるのかもしれません。そんなことはさすがにないような時間かなとも思いますけれども、本日は6月の18日月曜日です。さっきまで6月の17日日曜日だったんですが、30分ほど前にこれが日付が変わるということになりました。ここは東北新幹線 JR 東日本福島県の福島市福島駅です。普通新幹線というのはですね、0時にはもう終点の駅に着くということになっておりまして、途中の駅の福島に0時半になってまだ私がいるというのはおかしいんですね。でも不法侵入というわけでは当然ありません。22時9分発やまびこ60号が大幅な遅延を持ってこの福島駅に間もなくやってくるという予定になっております。本日14時ごろ、東北新幹線の仙台古川間ではやぶさ21号だったと思いますが、車両を故障してまた動くことができなかった。その影響でさまざまな列車に影響が出て、一時秋田新幹線山形新幹線まで完全にストップするということにまでなり、大変なことになっておりましたが、なんとか回復と言えるのかどうか、影響は明日にも多少出ると思いますけれども分かりませんが、とりあえずだんだんと収束傾向にまでなってきております。遅延を持って運行されておりますが、とりあえず上り方面の営業列車は次のやまびこ60号が最後でも、通常でしたら0時台に新幹線が運行されるなんてことはありえないんですけれども、今回はそういうわけでして、わざわざですね待合室で遅い時間まで待って最終の新幹線に乗って東京まで帰ろうということにいたしました。福島から東京まで1時間50分ぐらいですから、多分東京着は2時を回るんじゃないかなと思うんですけれどね、なかなか見られない光景だと思いますから、皆様にもお楽しみいただければと思います。しかし JR の方にとっては全然楽しくはないでしょう。こんな遅い時間までね働かされて、本当になんていうかちょっとあれですけれど、大変ですよねしか言いようがないんですけれど、でも、そういうふうにですね、いろいろ私も知り合いに鉄道員の友達とかいますけれど、みんな大変なところをね眠い目をこすりながら、安全輸送を務めてくれてるんだなと思うと、本当に心から感謝の気持ちしか湧きません。もう間もなくあと5分ほどでやってくると思われますやまびこ60号の旅、どうぞお楽しみください。もはや夜行列車となっております。12番線に22時9分発やまびこ60号東京行きは10両編成で参ります。この電車は郡山、宇都宮、大宮、上野、終点東京に停まります。グランクラスとか言ってますけど、グランクラス連結してるんだ。そうだ、そうやまびこ60号ってグランクラスついてるんですよ。しかもこの列車のグランクラスは営業なんですよ。シートサービスだけじゃなくてアテンダントさんがいるので、本当に飲み物とか軽食とかそういうのを出してくれる、そういうグランクラスなんですよやまびこ60号ってね。いやだから車内で一応できると思うんですけど、車掌さんに頼んでですねグランクラスの切符を買えば、そしたら多分本当にグランクラスに乗れちゃうと思うんですよね。ちょっと雲がいるからこっちにしますけど、深夜1時とか2時とかになってですね、グランクラスの中で軽食出してもらうとか飲み物飲むとかちょっとやってみたいですけど、でもさすがにね世の中限度というものがありまして、アテンダントさんとかそれから私にね切符売ってくださいとか頼まれる車掌さんのその気持ちを考えますと、こんな遅い時間にお前おとなしく自由席座っとけよって感じですよね。私としてはそういうサービスを受けるのは楽しいと思いますが、そのサービスというのはする側の、ね、立場というのもあるわけでして、向こうのことを考えたらね、こんなもう新幹線、別にその人のせいで新幹線が壊れたわけじゃないのにね、私がこんな変な客が来てね、それでもうちょっとこんな夜の遅い時間に仕事が増えるなんていうのはちょっと嫌ですよね。私が夜勤でなんか全然鉄道とか関係ないね、興味の外れている夜勤の仕事してて、それですいませんとか言って変なマニアが来たらそれ嫌ですよ。だからちょっと私はねここでグランクラスの切符を買って、それでグランクラスの飲み物とかのサービスを受けて、深夜2時とかのね夜行列車ばりの新幹線のそういうサービスを受けてみたいですけど、ちょっとそれはやめておこうと思います。だからおとなしく自由席 E5 系新幹線でやってくるはずです。やまびこ60号に乗って帰ります。もうやってきましたね。すごいな、一応お客さんが乗っているよ。22時9分発予定でしたやまびこ60号、4号車は誰も乗っていないようだからこの号車にしましょう。私一人の貸し切りとなります。ありえないですね、新幹線1両貸し切りなんて。こだま号とかの空いてるやつでもなかなかそんなことはないんですけど、1両貸し切りか。北海道新幹線でだってそんなこと起こんないですよ。
しかも結構混んでますからね、最近は北海道新幹線だって。いや最近っていうか、まあいいや、とにかく乗りましょう。やまびこ60号、これが正真正銘の最終列車です。降りる人もいるんだな。しかも結構乗っている。すごいね。さっさと乗ることにしましょう。栄冠は君に輝く。いや本当にもう今日の JR のね、皆さんのこのさまざまなご活躍、もちろん列車が壊れてしまったことは、あまり好ましいことではないと思いますけれど、しかしそれをさまざま柔軟に手を尽くして頑張ったということは、これはもう栄冠は JR の職員の皆様にこうね、誰からプレゼントされるのか分かりませんけれども、当然にしてプレゼントされるべきものかと思います。私はただ遊びに乗ってるだけですからね。こんな0時半の最終の新幹線とか言って、こっちは気楽なもんですよ。これをもちましてようやく東京方面への営業列車、本日の福島駅の運転終了となります。でもまだ仙台方面は結構あると思いますからね。もう午前1時が近いということです。すごいよね。もうすごいな。仙台行きあんなに混んでるよ。0時35分とかで。さっきも山形行きで新庄行きの翼とか大変なことになってましたからね。もう完全に深夜夜行列車の雰囲気です。さっきも同じようなこと言ったな。多分私しかいないはず、この号車には。さっき見た限りではね。いや本当に私しかいないわ。すごいね。次の停車駅は郡山です。ちょっとじゃあここ使ったことないんですけど、たまには使ってみるか。荷物置き場ね。あんま使う必要があるような荷物じゃないんですけど、こういう風に使うのね。どこにすっか。座席はここにしましょうか。もうどこでもよりどり緑ですから、これはもう回しちゃうかね。よいしょっと。これで一人でもう全部使い放題ですよ。これ全部こうやってですね、これでここ横にこう寝たって別に誰の迷惑にもならないとは思うんですが、その様子を YouTube にアップロードするのがあまりなんか見てくれがよろしくないような気がするので、ちゃんとこういうね、ちゃんと座席にかけておこうと思いますけれど、リクライニングなんてのは後ろの人をこう気にする必要はないわけですね。倒せるだけ倒しちゃってね。こっちはまあ倒さなくていいか。これだけでいいですかね。よし、じゃああとはちょっとね、携帯電話の充電とか全部切れちゃってましたんで、それを充電して東京に着いた後が問題ですよね。タクシーで家に帰ると結構かかりそうだな。いくらくらいかかるんだろうな。だいぶかかるだろうな。それだったら泊まった方が安いか、そういうことなんですね。近頃タクシー業界が不況だと言われているのを運転手さんからもよく聞いておりますが、そういうことです。それは別にいいや。でもタクシーの話をするわけじゃないですから、最終の新幹線ね、本当にこうすごいな。こんな時間まで運行してくれて、グランクラスとかどうなってるんでしょうね。やっぱ気になりますよね。乗らないけどね。絶対もう私もね、なるべく鉄道マニアとして迷惑をかけないようにということはね、一応気をつけているつもりなんですよ。これでもだからグランクラス乗ってね、それでアテンダントさんにこう飲み物がこう出してもらいたいですよ。でも我慢しましょう。我慢が大事です。これ気になるんですけど、このニュースって、たまにここにニュース出てくるじゃないですか。これでね、夜遅い時間のニュースってどういう風になるんですかね。やっぱりリアルタイムに出るの、そんなことはないですよね。別に JR が多分どのニュースを出すかとか選んでやってるんだと思いますから、この時間になってね、例えば深夜に海外でなんかすごいことが起こったからって言っていきなりそのニュース速報がここに出るっていうことはないんでしょうね。天気予報とかどうなるのかな。日付変わった天気が出るんでしょうか。たまに新幹線で何月何日どこどこの天気がどうとかね、そういうふうに言いますけど、6月18日の天気を言ってくれるのかな、やっぱりそれは。でもさっきからずっと観光キャンペーンの話しかしないですね。こんな夜遅い時間帯のね、こんめちゃくちゃに遅い、大体の人は多分乗らざるを得なくて我慢して乗っているような時間帯だと思われるこの新幹線、もちろん車掌さんとか運転手さんも我慢して運転したり乗務されてるんだと思いますけど、そんな時間のね新幹線で自由にお選びいただける JR 東日本ダイナミックレールパックはいかがですかみたいなことを言ってる。これはちょっとね効果があるのかってないんでしょうけど、別にでもね JR だって意図的にそれを流してるわけじゃないですから。また同じこと言ってるよ。海の日だってなんかさっきからこればっかりだな。やっぱ他にもう流すものがこの時間になるとなくなるってことなんですかね。でもなくなったら何も表示しないから、ただ 2,3 回流れるようにしてるだけなのかもしれません。夜のめちゃくちゃ遅い時間にですね、もう間もなく1時になろうという時間に車掌さん検察とか来るから、一人でなんか私がここでベラベラ喋って見つかったらちょっと恥ずかしいんですけど、1時になろうという時間にね
新幹線が0時以降に走らないのって基本的に騒音問題のためなんですけど、騒音をですねこう遠慮なくこうまき散らかして走っていくっていうのはなかなかこういいもんですね。別にいやなんかそういうと私が反社会的な考えを持ってるみたいな感じですけど、そういうつもりはないんですよ。もちろん普段は騒音問題に配慮すべきだと思うんですが、ただどうしようもない時には別に何が何でも0時以降走ってはいけないということにはなっておりませんので、どうしようもない時には0時よりも遅れて走るということもあります。で今日などは特にそれがすごい時でして、もう東京周辺に着く時には多分2時とかになるわけですよね。さすがに2時間も過ぎるっていうことはなかなか珍しいんじゃないかなと思いますけれども、それはそれでしょうがないということで続けるようです。そういやね、このやまびこ60号って確かね車内販売もあるんですよね。来てくれんのかな。来てくれたらなかなかすごいことになりますよ。多分来ないとは思うんですけど、でもグランクラスも、実際に多分営業してるんだろうしね、実際その乗務してる人は必ず存在するはずですから、ちゃんと、ね、乗った東京の人が乗務してるんだとしたら東京から乗り込んで行ってちゃんと帰ってくるって航路でね、車内販売員さんのルートも決まってますので乗ってはいるはずなんですよね。車内販売が来たらということをまた報告しますんで、私が何もそのことに触れなかったら多分来なかったということですね。まもなく郡山です。これ聞くとやっぱ安心しますよね。お客さん全然乗ってなくて回送列車みたいな走り方します。特に新幹線とかだと出発した時に車内放送はありませんから、だからちょっとねなんとなく心配になってる。心配とは言わないけど多少のね心細さっていうと極端な表現かもしれませんが、それに近いものを感じなくもないのですけれど、でも聞き慣れたこの自動放送を聞きますと、やっぱりちゃんとした新幹線の営業列車に乗っていることは間違いないなと、その現実の感覚を取り戻すものです。郡山駅の到着は24時48分でした。まだ到着してませんけどね。駅員さんがホーム上にいらっしゃるだけで乗り込む人はどうもいないようです。いないでしょうね。福島の駅だって見た感じ私しかいないようだったけど、降りる人はでもまだいるのかな。ちょっと見てみますか。降りてる。1人だけど、いや4人ぐらい降りたな合計で。やっぱり運行するだけの意味ってあるんですね。車内チャイムが鳴らなかった。郡山はね、歌手グループなんていうの、バンドっていうのなんだっけ、なんか扉がどうとかなんかそういう歌がね流れることになってるんですけど、何も流れなかったな。それでドアが閉まります、ご注意ください、ピーッと言って閉まりました。夜遅い時間だからメロディーは流さないのかな。福島駅ではねあんなに豪勢に流しておりましたけど、今日の東北新幹線は信じられないことになってるんですけど、なんとですね、さっきなんか大宮を出たらしいというはやぶさ小町37号というものが、これからなんか運転されてるらしいですね。めちゃくちゃなんですけど、大宮をさっき出たんですよ。さっきこの列車もなかなかめちゃくちゃ遅い時間に走ってると思いますが、そのはやぶさ小町37号がそのまま新函館北斗行きですので、このまま函館北斗まで行くらしいんですね。何考えてるんだっていうか、それは運転しなきゃいけないっていうのは分かるんですけれど、結局そういう時間に350キロで走ったとしてもですね、新函館の到着がなんか4時とかになるらしいですね。完全に夜行列車じゃないかと。1時間も待てば夜が明けてきますからね。そういう列車まで走ってるっていうんだから、私は笑い話ですけど、本当に JR の皆さん大変ですよね。とんだ災難っていうかね、なんでそんなことになっちゃったのと思うんですけど、でも4時間遅れだと単純にそうなのか、車両が足りないから向こうに走らせないっていうわけにも多分いかないって、そういうことなんでしょうね。函館4時弱とか乗ってみなかったですけどね、昔の北斗星1号みたいなそんな走り方をしてますから、函館駅、新函館北斗駅の到着時刻に関してというだけですけれどね。でもいいや、この列車だって東京駅に2時過ぎに到着するっていうのもなかなかそれも普段するような体験ではありませんのでね。もしもうちょっと早く気づいたら郡山で降りてですね、郡山から多分仙台方面の新幹線があると思われるので、それにかけると言いますね。それで仙台まで行ってはやぶさに乗り換えて新函館まで行ってしまうというのも面白かったかもしれないですけど、これか頑張れよ行ってこいよって感じですね。今見えたと思うんですけど、あれが本日の下り最終列車、新函館北斗行きのはやぶさ小町37号です。今映りませんでしたけどね、通過したのはなんだっけ、いいや、16日の野球、16日の野球、今日私日付勘違いしてた。今日18日ですよね。
16日の野球今更やるのって感じなんですけど、まあこれはしょうがないことですからね。2日前の野球の様子を紹介してもらってすいませんという感じですが、新幹線側としては今日はまだ17日だと思っているんでしょうから、まあ、昨日の野球のその結果をお伝えしますと、そのような、つもりで読み上げているわけでしょう。東京着いた後どうすっかなとかちょっといろいろ考えてるところなんですけど、なんかねまだ随分なんだただいま新白河付近を通過、いやさっき通過しましたけど、そうか野球のやつが出てたからですね。で東京に着いた後どうしようかな考えたんですけど、なんかどうもね東京出発しないでなんか列車ホテルみたいになってる新幹線がなんかあるらしいという話なんですね。それに止めさせてもらうかな。まあ私が車内に1人入ってったとしても別に迷惑にはならないでしょうからね。さっきのはやぶさ小町37号であれが今日の東北新幹線の最終かと思ったら別にそうではないらしいんですよ。なんかまだ東京とか辺でくすぶってるっていうんですか、なんかごちゃごちゃとしている新幹線はなんかまだいっぱいあるらしいですね。どうなってるんだって感じ、本当大変ですよね JR の皆さん。あと今ツイッターをなんだ走ってんだまた。やっぱ営業列車が頑張ってるんですね。もしかしたらあれがはやぶさ小町だったのかな。でも16両って感じじゃなかったな。ツイッターを見てたらですね、なんか0時を過ぎると新幹線は減速運転をするから、到着時刻が伸びるぞみたいなことが書いてあるんですね。だから新函館のところまで、通常だったらば、4時間ぐらいで行くのももっともっと時間がかかるみたいなことが書いてあるんですけど、見た感じ私もあんまりよく詳しくないんですけど、減速運転とか特に0時回ってもしてないですからね、そういうことは多分ないんでしょうという感じです。だから普通に300キロはこの列車は山火高校ですから出してませんけど、270キロぐらいの速度は出してますよね。ただ今通過しておりますのが、これが那須塩原かな、那須塩原って書いてあるわ。でですね、どうもネットの情報を見るに列車の走行位置っていうのが分かるようなものがあるらしいんですけど、当駅那須塩原より先からははやぶさ32号、那須の284号、小町42号、はやぶさ42号、そして先ほど福島の駅で見送りましたやまびこ56号と、とんでもない大渋滞をどうも起こしているようなんですね。ちょっと今見てみるか、どうやったら分かるのかな、新幹線の運行駅情報。完全おかしいんですけど、さっき向こうの号車の人ももうほとんどみんな降りちゃったと思いますんで、私ぐらいしかこの辺り自由席もねもう乗ってないみたいなんですよ。だからちょっと夜遅いんでね、歯を磨きたいなと思いまして、別に何ていうんですか、あれね変なパフォーマンスとかじゃないんですけど、単純に磨きたくないですか。私が磨いてるのはね、こうやって見てもなんともないかもしれませんけど、顔もなんかちょっとベタベタしてきましたんでね、顔まで洗ってしまいましたけど、もう間もなく宇都宮に着くようです。烏山線はお乗り換え。日光線烏山線は乗り換えられるもんなら乗り換えてみろって感じですよね。今の時刻は1時11分です。多分まだ仙台駅とかあるんじゃないですかね。ちょっと見てみますか。こんなところに歯ブラシ置いたらなんか汚いような気がするな。いや午前1時にもなるともう明かりがどんどん減ってきますよね。多分11時とかでもあんま明るさ変わらないと思いますけど。入り口は左側です。北の在来線の乗り換えはございません。ご乗車ありがとうございます。それは在来線の乗り換えなんかあるわけないですよね。列車宇都宮に到着します。多分まだ宇都宮駅も下りホーム列車の到着発車があるはずです。発車の案内電光掲示板を見ればすぐに分かるんだけど、なんか出てるなまだ。やっぱりあれがラスト1本か。いや全然ラスト1本って感じじゃないですよねあれ。この列車ね、もともと22時53分発予定の最終列車の予定だったからいいんですけど、反対列車今見るとね20時26分仙台行きとか書いてあるんですよね。まだこれ盛岡行きとかの運転はあるんですかね。これより下何も表示されてないように見えたけど、ただ回送という風に出てるだけでしたんで、あれ最終列車じゃないと思うんですよ。いやこっちはもうこれで終わりである程度気は楽だと思いますけど、下り方面大変だよね本当に。大宮から乗り換えて折り返し盛岡とか行くか、何やってんのって感じですけどね。こう東北新幹線を徹底的に最後まで見届けるぞとかそんなことをさっき言いましたから、
いやー、もうなんかこんな B 席を好きなようにこうね、 B 席の方が一番広いらしいんですけど、広い座席でこうくつろいで、これはいいですけど、私も今日は寝られないかもしれないな。ツイッター見てるとね、やばいこと書いてありますよ。田端上野間に新幹線4本立ち往生。何？田端上野間で4本ってすごいですよね。まず新幹線の多分アナウンスか何かのあれで聞いたんだと思うんですけど、新幹線の案内で田端っていう言葉が出てくるという時点ですごい。しかも田端から上野間って何キロあるのか分かんないですけど、多分4キロ4キロぐらいかなと思うんですけど、なんか田端上野間のその距離の4分の1ぐらいを新幹線が占めてるんじゃないですか。言ってる意味分かりますよね。新幹線1両で25メートルかける10両編成だとしても250メートルですから4本で1キロですもんね。なんかそんぐらいあるみたいですね。今日はとことんまでもう乗り尽くすぞということで、後先考えず、これでもしかしたら明日の朝には青森とかにいるかもしれませんが、それはそれでもうやったるぞというところしかありません。これで東京まで着いて終わるぞというふうに思っていたんですが、全然終われそうにない。長い夜はまだ始まったばかりのようです。今言ったのがね、なんか盛岡行きのはやぶさ小町かそういうやつらしいんですけど、本当によくこんなに乗務員の方がたくさんいらっしゃるよなって感じで、車両はまあね行って、それでもう行ったっきりそこで休ませる時間が多少短くても、翌朝にねまた使っちゃうってことはできると思いますけど、人間はそうはいかないですからね。予備人員だってここまで大規模なことになったら、予備人員も通常予想されるような、ね、その予備人員の確保量じゃ全然足りないでしょ。ってことは絶対誰かが睡眠時間とかを削って頑張って働いてるわけですよね。特に東北新幹線の仙台周辺とかだったからかな、もうちょっと北の盛岡より北だったらもうちょっとマシになってたのかもしれないですけどね。逆に上の大宮間じゃなくてよかったですけど、そしたら新幹線全部麻痺して大変なことになってましたが、なんか今回のことってすごいあれですよね。今後も新幹線がここでこういう風なことが起こったらどうなるかみたいなね、いい参考になったような気がします。普通に鉄道を利用した人もでも4時間で復旧したんだから、なんだかんだ大したもんだとは思いますけどね。ただいま通過した駅は小山です。次の駅が大宮ということになります。大宮から先どうするかにつきましては JR 東日本アプリと相談して決めたいと思います。アプリの利用を始めるか。これを使うと新幹線の在線状況などが分かるようです。駅を選択してください。周辺駅は小山、小田林、思川、結構便利だなこれ。でもとりあえず路線図駅検索をしたいわけではないんだよなこれ。それはいいんでと思ったんですけども、もしかしたら下り方面の列車は全部終わったのかもしれません。盛岡からまだ先まで目指すという小町号、はやぶさ号、これは新青森行きかなとか、それからあとはね下り列車だと白石蔵王から来るやつもあれば、小町96号、これは仙台止まりだからもう間もなく終着に到着ということですね。で白石蔵王のあたりに山彦がいて、その頭を押さえられた小町はやぶさ37号、新函館北斗行きですよね。さっきのもうそんなところまで行ったかで、その後福島からの山形行きの翼号とかもあり、那須塩原からこれは多分盛岡行きだと思うんですけど、はやぶさ号もあって、こっちから盛岡行きどっちか忘れましたけどね、山彦で、その後はもう上の大宮間で折り返し列車はないようですけれど、まだまだこんなに止まっております。なんかよくわかんない列車、那須野号、よくわからない列車、詳細と書いてあります。私の乗っております東北新幹線はこれか、一番後ろを走っております。これが、私の乗っております山彦60号のはずです。詳細表示されませんけどね、まあいいや、これなら間違いないから。すぐ前にも一つ何やら新幹線が止まっているようですが、特にこれはすごいな。先ほど東北本線久喜駅付近を通過したところです。新幹線は順調に南下していると言いたいところですけれども、ちょっと速度が控えめなような気がしますが、でもそうか、宇都宮より南は確か最高時速240キロなんですよね。だからそれはまあ仕方ないのか。240だったと思うんですけど、300キロとか270キロが出せるのが確か宇都宮よりも北だったような気がします。これは騒音の兼ね合いだったのかな、ちょっと私も覚えておりませんけれど、ここで確かに高速道路を越えているから久喜のところで間違いない。そろそろ白岡とかその辺りです。速度は何キロかな、200キロ、頑張って GPS200 キロは行ってると思うんですけど、240キロか、大体そんぐらいですね。じゃあ別に速度そんなに落ちてるわけじゃないな。こっから先ね東京駅方面に入っていくのがかなりなんか私の聞いた限りだときついらしいんですけれど、なんとかなるでしょうし、多少遅くなっても別に構いませんのでね。今ね回送列車とすれ違いましたよ。多分あれでしょうね、那須野号みたいな感じで那須塩原に回送する新幹線だと思いますけれど、明日の朝までに回送されないとね、朝の通勤のサラリーマンさんたちが多分困っちゃうと思いますんで、
そのために全部那須塩原とか、その郡山は車庫はないですよね。夜間大泊だけだと思いますけど、その辺にどんどん新幹線を送り込む必要があり、夜でもまだ最終列車下り最終列車の運行が終わったと思われるこの時間でも、まだだからといって列車下り線が完全に使われないということはないようです。早いな、もう大宮ですからね。さっき白岡とか言ってたのに。まもなく大宮です。上越新幹線、北陸新幹線、長野、富山、金沢方面、京浜東北線、高崎線全部終電終わってますからね。川越線、東武野田線、ニューシャトルはお乗り換え。なんかあれみたいですよね。観光バスかなんかに乗って景色を見るところでね、天気が晴れていればここになんとか山が見えるんですけれどもみたいなことをガイドさんが言うみたいなのに近いものがあります。いや、時間がもうちょっと早ければこういう列車に乗り換えることができたんですけれどみたいな、なんかそういう私ね捉え方をしましたよ。いっぱい乗り換えられるんですね。京浜東北線や埼京線でさえもう終電は完全に終わっております。ただいまの時刻は1時36分ですから、山手線の終電も終わってるでしょうね、多分。確かに1時35分かなんか日本一遅い終電が西明石行き1点であるんですけれど、それももう超えておりますんでね。まあ夜行新幹線を名乗ってもいいんじゃないでしょうか。東京駅に着くにはもう多分2時は余裕で過ぎるでしょうからね。ついに止まってしまいますね。大宮の駅で東北新幹線の列車が詰まっているようなので、ここから先は多分このような運転が続くことになると思われます。上越新幹線、北陸新幹線はなんか地震の影響で遅れは出ていたらしいんですけど、さすがにここまで遅れてはいないと思いますんでね。ただいま大宮駅を手前で停車をしております。本日遅れております。この前を走る電車は大宮東京間にかなりの数、ただいま運転を継続をしておりますので、この電車大宮駅到着ホーム、他の電車がただいままだ停車をしております。到着までしばらく時間がかかります。電車が到着するまでこのままでお待ちください。ご迷惑を。少々お待ちくださいとかそういう言い方じゃなくて、しばらく時間がかかります。本当に時間かかるんでしょうね。全然構わないんですけど、それにこういう場合だとね、本当に遅れていたんだったら、じゃあ大宮で新幹線を降りて、で在来で帰った方がいいんじゃないかなんていう風に考える方も多分いらっしゃると思うんですけど、もはやですね、大宮から先の乗り換える在来線は何にもありませんので、他に交通手段といったらもうタクシーしかないという状態ですから、そんだったらということでね、私も終点の東京までは新幹線で行った方が一番家にも近い場所になりますから、だからまあいいんですけど、もう今日はどうやっても一番早く家まで帰る方法は多分この新幹線に乗って東京まで行くことでしょう。家帰るかどうかっていうのはまた別の問題ですけどね、列車ホテルみたいなのがあるんだったらそれでいさせてもらえると嬉しいんですけど。しておりました電車が大宮駅を発車いたしましたので、こちら山彦60号14番線、大宮駅14番線に到着をいたします。ご乗車ありがとうございました。大宮に停まります。これが1時半の大宮駅か。こんな時間に来たのは初めてです。ミシ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 とかが気になるんですけど、多分ここの貫通路の音ですよね。人がいるな。まあ私も人のことは言えないんですけど、駅員さんとかもこんな時間までホームで立ち番やってるわけでしょ。本当に大変ですよね。1時40分ですよ。あんなところに1時40分なんて表示されてるの初めて見ましたよ。うわー、駅員さん本当にお疲れ様です。ここでもなんかパソコンでもっていろいろ対応している方もいらっしゃるようです。3時間20分遅れて大宮に到着です。2人ぐらい降りたな。宇都宮で降りた人の方がまだ多かったと思いますよ。大宮駅を発車する新幹線はこれが最後だと思います。いつもだったらば11時半ぐらいには新幹線終わると思うんですけど、今日はそれよりも2時間と10分ほど長引くということになりました。なんか新幹線の音がしてるな。翼号だ。あれも回送だ。ああいう風にしてバンバン東京から回送で持ってこないと東京駅のホームが開かなくて新幹線が入れないっていうことなんでしょうね、多分。いや、なんだあれ、那須の指定席って出てる。
回送じゃないのかあれ。那須塩原って書いてあるぞ。あれ営業列車なの？前の翼7両が締め切り扱いの回送ってこと？そんな列車あるのか？でも那須乗って出てて自由席とか指定席とか書いてあるから車掌さんが乗ってるのか分かんなかったけど、あれ営業列車なのかな。うわすごいな、大宮の街がこんな真っ暗になってるよ。広告とかも夜になると電気代節減消すんですね。こういうのって本当にめったにないですからね。私もたまたまでしたけれど、さっきね車掌さんも車内巡回にお越しになったんですよ。本当にこんな夜遅い時間でもね真面目にっていうか、まあそれは仕事なんだからそれはそうするのが当たり前っちゃそうなのかもしれないですけど、でもね遅い時間で車掌さんだって眠いと思うんですよ。それでもこうちゃんと回ってこられるんですから、本当に乗客としてはありがたいものです。まあ私はね私も一応確かに仕事で乗ってるっちゃ仕事で乗ってるんですけど、遊びみたいなもんじゃないですか、そういうね JR の方のやってることからしたら。人気のなくなったスーパーアリーナ周辺、これをかすめて埼京線の駅のすぐ横を通過していきます。基本的に新幹線が走っている時間というのはね、埼京線はもう新幹線が走っている時に埼京線が運転をやめているってことはありませんから、埼京線の終電が終わった後のその各駅の様子を見られるっていうなかなか貴重な機会かもしれません。あれですね、終電終わったらもう列車ないから消しちゃうのかなと思ったけど、ついてるんですね。これ与野本町の駅です。でももうホーム上で自販機の明かりとかどうだったか見ませんでしたけど、さすがにその列車の案内のやつとかね、その行き先のなんていうんですか、こう出す掲示板、電光掲示板っていうのか、ああいうのは何も出てませんでしたね。上野東京間に新幹線が3本、大宮上野間で新幹線が3本、これは大変なことです。でもさっきは田端から上野の間で4本とか言ってたからな。上野終点の東京と停車をしてまいりますが、はい、本日大宮東京間、この区間にかなり遅れている電車が数多く運転をしております。いっぱいあります。そのため、上野駅はホームが2本、東京駅はホームが4本ございます。こちらに交互に到着また発車を繰り返しての運転となりますので、空いてる線路ってことですね。到着が遅れる見込みでございます。上野東京と、かなりの電車がただいま運転を継続中でございます。そのためこちらのやまびこ60号も停車をしながら前の電車がこういう走り方をするってことですね。安全を確認しながら進んでまいりますので、到着までかなりの時間がかかります。わかりました。ご迷惑をおかけいたしますことをあらかじめ、よろしくお願いします。車掌さんだってね大変なのは同じですから、会社を代表してね謝らなきゃいけないっていうのはそれはそうなんだろうとは思うんですけど、でも車掌さんだって別にね車掌さんのせいで新幹線がぶっ壊れたわけじゃないんで、やっぱ乗客としては同情しちゃいますよね、同じように。特に私なんか好き好んでこの列車に乗り込んでますんで、本当に何も別に謝ってもらってもむしろこっちの方がね、余計な客が一人乗り込んできてすいませんって感じですけどね。ただいま埼京線で言いますと中浦和武蔵浦和間に停車しております。先ほど車掌さんからの放送があった通り、これから先新幹線が相当数、もうさっきね皆さんにご覧に入れて分かったと思うんですけど、相当数の新幹線がこのように詰まってしまっております。でこれを上野駅のホームに新幹線を入れるためには上野駅のホームを開けなきゃいけないんですが、そのためにはその先の東京駅のホームをまた開けなきゃいけない。でもどんどん詰まってきているから折り返しの列車を順次出してなんとか水を排水しているんだけど、どんどんそこにも水が注がれてしまうというような状態、大体そういったところですよね。だからこれだけの新幹線 1,2,3,4,5,6 本、私の列車乗っているやまびこ60号はこれの一番最後の順番待ちということになりますので、あとは順番待ちがずっと続きまして、東京には一体その順番待ちが終わった結果何時に到着することになるでしょうか。車掌さんにもまだそれは分かりません。そういったところなわけです。お腹が減ってきて喉も渇いてきたらなんか飲みたいんですけど、自動販売機っていうのはね東北新幹線はないんですよね。これはしょうがありません。緊急事態っていうかね、通常こういうことは起こりえないようなタイミングですからしょうがないんですけど、車内販売がもしねやっていてそれで来てくれたらこういう時オアシスなんですけどね。もしくはグランクラスだったらすいませんお姉さんちょっとなんかリンゴジュースでもくださいって言ったらくれるのかもしれないけど、それちょっと申し訳ないですよね。やっぱりさっきと言ってることが同じか。なんでか知らないけどマックス通過してるんですよ。
なんでマックスが今こんな時間で走ってんの。もうだって上越新幹線は多分割と普通に動いてたんだと思いますんで、もう2時間も前に上越新幹線の最終は東京に着いてたんじゃないのかなと思うんですけど、まあそれはよく分かりません。別にいいんですけどね。今ですねマックス号が向こうへ行きまして、多分新幹線のまたね順番待ちが少し改善したんでしょう。しばらく先まで進めるということになりました。これから先どこまで行くんでしょうかね、分かりませんけど、埼京線区間内でもう1回ぐらい止まりそうな気もしますよね。これだけ列車の本数が多いと。通過中の駅は武蔵浦和です。ホーム上の自動販売機の照明まで全部こうこうと灯っておりますが、駅名表は暗いのかな、あれはつかないタイプだっていうだけなんでしょうか。別にもうそれはどうでもいいや。なんか私もね眠くなってきちゃった。この辺の景色は別に普段とあんま変わんないですね。家の明かりはでもさすがにどんどん消えていて、やっぱり普段とは違うような気がするけど、結構みんな遅くまで起きてるんですね。マンションの部屋の明かりなどを見ると2割ぐらいはまだ灯ってるような気がするな。いや1割ぐらいかな。思ったよりすぐまた新幹線止まってしまいましたね。さっき武蔵浦和を通過したところ、保線作業やってる。うわー、まさか保線作業の真横に新幹線が来るとはね、向こうも思ってないんじゃないのかなと思いますけど、そんなことには目もくらず作業に邁進されていらっしゃいます。いや夜暗いから肖像権侵害しなくていいね。なんだあれ、レールに対して何かやってるのかな。ちょっと何やってるのか分かんないんですけど、何やってるんですかね。分かる方は分かるんじゃないですか。何か測ってる感じですよね。ありきたりのね発言ですいませんけど、でも列車が走っていない時間でもね、やっぱりこのようにしていろいろと頑張っている方がいらっしゃるわけです。もちろん今はね表のその活躍している方たち、つまり車掌さんとか運転手さんが超過勤務ということになってかなり大変な思いをされている真っ最中なわけですけれども、あちらは今日は別に特に何もなかったわけですが、埼京線は多分そんなにとんでもないような輸送障害は発生していないと思うんですけれど、それでもまたいつものようにああやって3人組でやるんですね。もうちょっと向こうの方にもチーム分かれたりとかしてやってらっしゃるのかな、分からないんですが、意外と機械とかもまあ使うは使ってるんでしょうけど、まじまじと保線作業をやってる人をねこんな近くで見たのってなかなかないんですけど、ああやってライトで照らして目で確認してまだまだそういうことをやってるんですね。目視で何かを測ってるような感じかな。バラストに対しても何か棒でもってつっついたりとかしてますね。また新幹線が動き始めました。で、さっきの武蔵浦和のところからですねちょっと動いただけなんですよ。武蔵浦和駅を通過しただけで行ってしまいましたんで、埼京線よりもスピードは遅いと思います。結局他にはどなたもいらっしゃいませんでしたね。埼京線の高架の線路の上のところでたった3人か。大変なのかどうかはちょっとね私は何とも分かりませんけれど、でも私には大変なお仕事だろうなと思います。通過中の駅は北戸田駅です。エスカレーターも動いてるっぽかったな。止まってなかったよ今見たら。これマジで埼京線各駅停車ですね。北戸田駅を通過したと思ったらまたすぐ止まりそうなスピードになってきました。これ戸田駅です。さっきから本当に紹介するつもりじゃないんですけど、埼京線の各駅の紹介になっちゃってますね。こんなにポツポツとこう止まっていきながら、今の時刻はというとちょうど今ね時刻2時になったところです。止まるね。私しかいませんからもう車内もお気楽ですよ。なんかやってるよ。見てくださいあれ。ちょっとピントが合わない。こんな時間なのにね、律儀にまさか、東京新青森間の、上下線に遅れと運休が出ています。つまり東北新幹線全線遅れと運休ってことです。午前2時に誰もいないこんな駅にですね、もう全く閉まってしまっているこんなところに東北新幹線は遅れが出ています。それはそうですね。だって明日の朝4時までは新幹線が新函館に向けて走ってるわけですからね。すごいな。あれは誰に向けてやってるんだろう。てか多分システム上ああいう風に出てくるようになってる、自動的に出るっていうだけなんでしょうけど、すごいな。本当に普段見ないようなものたくさん見られてますよ。また何かが反対方面に通過してます。 E6 系と E5 系の連結した新幹線です。お客さんは乗っていないようです。回送列車です。また一つ東京駅と上野駅のホームが開いたということになりますから、この列車ももう少し前方へ進むことができるようになるんでしょう。
さっきの新函館行きのはやぶさ小町ですけどね、小町秋田行きですけど、これもすごいですね。もうそろそろ盛岡で、小町はあと1時間半ぐらいで終点みたいですけど、盛岡からまだ2時間ありますからね、やっぱり4時過ぎるのは確定か。朝北海道は日の出も早いですからね、着いてちょっと待ってればもう日が出てくるんじゃないでしょうか。このはやぶさ96もなかなかですよね。あと40分、3時ぐらいかな、仙台に。その3時にはならないぐらいみたいですけれど、そんな時間に運転をしてるんですね。111号は各駅停車だったかな、確か仙台発盛岡行きの各駅に止まる、仙台からのね各駅の新幹線かと思いますけど、盛岡までやっぱ1時間、盛岡に到着するのは3時ぐらいでしょう。この山彦はもうじき仙台に到着って感じですね。あと30分ぐらいあれば仙台に着けるんじゃないのかなと思います。それよりももうこっち東京寄りには下りの新幹線はありません。で、東京に間もなく到着しようとしている小町はやぶさ34号38号というのはありますが、上野まではまだ3本も詰まっております。山彦60号もちょうど動き始めました。ただ今の時刻は2時12分です。さっき停車してから12分経ったということになります。なかなかゆっくりなペースですね。逆に日頃の東北新幹線があんなに本数いっぱい走らせて、よくこんな高度な運転ができてるもんだなと思います。やっぱ折り返しっていうのは大変なんですよね。乗務員の交代があって、それで向こうの方へ出発していくっていうことがありますから、さまざまな確認作業だってあるし、すぐにできるということではありません。しかも、今日は掃除とかどうやってるのか分かんないですけど、いつもはそれでね7分間の奇跡とか言って、東京駅のこの折り返しの時に鉄星の人たちがやってきて、それ折り返し出てくるじゃないですか。あれもすごいですよね。東海道新幹線はまだホームがいっぱいありますけど、東北新幹線ホーム4つしかないですからね。4つでね、東北、上越、北陸各新幹線全部さばいてるんでしょ。大変なことです。あれ、もうブレーキがかかり始めましたよ。また止まるんだ。大変ですね。私はいいですよ。いつまでも待ちます。それはだって待つために乗ってるようなもんなんですから、全然これで文句なんて言う権利ありませんし、文句なんか全然言うようなところもありません。今度は戸田公園の駅に到着ですね。夜中の2時を過ぎております。すごい舗装だ。本日電車が大幅に遅れて、ただいまこの電車も上野駅に向かって運転を継続しております。本当に申し訳なさそうな舗装してくれますね。何分？上野駅と東京駅、こちらのホームの方に多くの電車がただいま動き出した。運転中でございますので、ホームに到着するまでまだかなりの時間がかかります。ご利用のお客様には重ねて深くお詫びを申し上げます。いやー、そんな謝んないでください。いいぞ、もうこんな時間に乗ってる人なんてね。はい。上野東京、上野東京の駅に到着後、帰るすべがないお客様へのご案内となりますが、東京駅にて待合室と新幹線の車両の座席をホテル代わりに朝までご利用できる手配を行っております。初めて聞いた列車ホテル。皆様にはご心配とご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、上野東京からうちに帰るすべがないお客様につきましては、東京駅までご旅行を継続していただいて、東京到着後に東京の待合室または新幹線ホテルの扱いとして座席をご利用できるように手配を準備しておりますので、係員の方に到着後お持ちでくださいますようにお願いいたします。でもこれまだ上野東京に相当時間がかかって到着を予定しております。ご迷惑をおかけします。帰る術は確かに私もないじゃないんですけど、でもタクシーはあるでしょ。多分私この列車にね趣味で乗ってますんでね、もうちょっと早い新幹線で帰る術がまだある時間に東京へ着くことは別に不可能ではなかったはずなんですよね。福島もうちょっと早く出発すれば。でそれでね、私帰る術ありませんので新幹線の車内で止めてくださいよとかね、待合室にいさせてくださいっていうのはちょっとなんかいかがなもんかって気がするんですね。新幹線、遅い時間の新幹線に乗るのは私の勝手ですけど、なんかこれはタクシーで帰ろうかな。列車ホテルってすごい乗ってみたいですけどね、やってみたいけど、なんかそれで JR の方からなんか食べ物の私結構大幅遅延の夜行列車とか8時間遅れとか乗ったことあるんで分かるんですけど、大体ね保存してあった食べ物とか飲み物とかくれるんですよ。そういうのありがたいんですけどね、でもそれちょっと今回はもらえないですよね。そういうことね、今のこういう扱いがあるんだ、へーということで聞いただけにして、列車ホテルの利用はちょっ
とやめとこうかなと思います。また1本行きました。なんか今見た感じ7両ぐらいしか繋いでなかったみたいだから、多分400系じゃない、400系は引退したんだ。E3 系の翼かなと思います。色もなんかちょっと白っぽかったからね、もしかしたら E6 だったのかもしれないですけど、E6 の単品多分行ってないと思うんで、多分 E3 の翼単体で向こうに行ったんでしょうね。だからまたホームが開いたからこの列車も進んでいくんじゃないでしょうか。ちなみに先ほど車掌さんからの説明があったあのタイミングで、お、これ浮間船渡の駅だな。真っ暗になってる。浮間船渡ですよね、これ。もうね、東京にはさっき入ったはずなんですけど、照明も完全に落ちております。でまた浮間船渡で翌しか、本当に一駅ごと、いやむしろ一駅区間以上の細かさで止まっているな。今の時刻2時20分です。もういいか、今日だったらね、多分これやってもだんだん自分に甘くなってきてあれなんですけど、今日だったら多分これやってもね、怒られないっていうか、誰も私のことを白い目で見ないでしょう。よし、よっこいしょっと。ちょっと半分、なんだこれ座席が取れるな。そうか、取れるのは知ってるんですけど、夢でもあったんですけどね。おお、寝心地がいいかと思ったらそれほど、よくはね、ちょっと高さがね微妙なんで、寝心地がいいかというとそれもまた微妙ではあるんですけど、でもいや一度はね誰も考えたことがあるようなものなんじゃないかなと思います。多分ね、これを起こして、いいんだ、倒した状態でこうやって寝るとダメか。やっぱ無理なもんは無理ですね。ちょっとうまくできるところとできないところがあるようですけれど、今浮間船渡の駅を出まして、次は浮間船渡の次どこだっけ、北赤羽かな、確かそうだと思います。北赤羽駅ですね。今順調に通過しているところです。ちょっと横になるっていうのがあれなんですけど、このぐらい、このぐらいだったらね、これは別にいいかな。いやほんと、東北新幹線の車両自由席を1両貸し切って、多分なんならね、隣の3号車ももう誰も乗ってないと思うんで、3号車も別に何もしてないですけど、使い放題っちゃ使い放題なわけですよね。今だったら入ろうと思えば女子トイレに入ったって誰にもバレないわけです。そんなことしても何も楽しくもなんともないんでね、全くしませんけれど、状況を考えればこのぐらいが限度かなとは思いますけれど、でも多分他の号車でもある程度似たようなことを考えてくつろいでいたりとか、眠りについているという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ今もうすでに時刻は2時30分を回っております。そろそろ赤羽です。大宮を出てから50分ぐらいが経過したかな。大宮何時でしたっけ。もう赤羽か。すごいな。赤羽駅が暗くなってる様子が見られるんじゃないだろうか。いや、赤羽駅は明るいか。照明はついてるようですね。貨物列車の通過とかもあるから明るくしてるのかな、分かりませんけど、でもさすが東京都北区、駅前はなかなかににぎわっております。カラオケとか飲み屋さんとかそういったものがいろいろと明かりを灯しております。本日は日曜日の夜から月曜日にかけてというところなわけです。もう今は月曜日の未明という時間帯が適切でしょうか。そういう時でもなんかやってる人がいるんですかね、ああいうカラオケとかって。いるんでしょうけれど、赤羽を通過しまして、また減速が始まりました。赤羽の次は東十条か。辺りの京浜東北線の脇を通る高架線の上でまた小休止ということになりそうです。この E5 系の枕はなかなかいいですね。今までのなんか邪魔だなとか思ってたんですけど、頭が安定しますんで、思ったよりもいいものだということが今回分かりました。長時間の乗車になってくればなるほど、快適性が増してくるような気がします。1時間とかだったら別になくてもいいような気がするんだけどね。東十条ってのがそんな大都会というわけでもないので、そういうことも関係はするんでしょうけれど、でも夜の静まり返った東京の景色、それを東北新幹線の車内から眺めております。でもね、いろいろ姿勢も試してみたんですけど、やっぱこれが一番ですね。14系の急行浜名すぐ思い出しますよ。新幹線、EO 系はこれ結構あれだな、新幹線の座席ごとになんですか、こんなお椀型みたいになってないから、これいけるか。四角くなって寝るっていうやつですね。これですよ、そう、これ。JR 北海道でね、走ってた急行列車、青森から函館じゃない札幌までずっと走ってたやつですけど、自由席がボックスになって空いてますんで、こうやってねよく寝たもんですよ。十分いい寝心地だったな。あれでも翌朝はちょっと体が痛かったけどね、でも動けばよくなりました。これ寝ちゃうな、まずいな。ちょっとね、やっぱ一応動画全部撮った方がいいと思うんですよ、今回はね。サンライズとか寝てもいいと思うんですけど、
これはちょっと普通じゃ起こりえないような状況じゃないですか。それで寝ちゃって気づいたら東京に着いてましたとかね、そういう動画のオチはちょっとどうかと思いますんで、頑張って起きていようと思いますけどね。今の時刻何時なのかっていうと、まだあれからですね特に動いてはいないんですけど、2時42分です。3時過ぎることはもう確定でしょう。3時半ぐらいになるんじゃないか。下手すりゃあれよりも新函館沖といったはやぶさ37号よりも東京着くの遅くなるんじゃないですかね。また動き出しましたけど、今度はどこまで行けるでしょうか。多分もうこの時間になって人員が足りないんじゃないですかね。わかんないですけど、上り列車もそんなバンバン走ってるわけじゃないんですよ。つまり上り回送列車ね。本当だったらば普段の東北新幹線、上越新幹線、北陸もそうですけど、どんどん向こうの方へ行っているはずなんですよね。こんな別に十何分に1本とかしか列車が来ないはずはないわけです。でもこの時間で確保する方が無理だから、多分そっちの方へ列車を動かせるだけのその運転手さんとかそういう人が多分足りないんでしょうね。でまた運転手さんがそっちへ行っちゃったらね、ただ行きゃいいってもんじゃなくて、明日東京の方にいなきゃいけない人とかそういう兼ね合いもありますから、多分すぐには数が合わないのか、何にしても本当にね列車を運転を打ち切らないで目的地まで運転しようという風にやってくれて、それができるっていうんだからね、本当にすごいことだと思いますよ。列車は今のところ止まりそうにはない感じですね。ある程度スピードを上げまして、多分そろそろ北トピアが見えてきたら王子なんですけど、まだ東十っていうのは東十条なんですが、その辺りにもついてない感じなのかな。お、またブレーキがかかり始めましたね。ゆっくりゆっくりブレーキをかけて、また多分そろそろここら辺が東横イン、なんだ東横インってなんだ、こんなとこにあったっけ。あるんでしょうけど、ホテルももうさすがに電気がほぼ消えてますね。どこだろう、王子とかだと思うんですけどね。暗くてもう見えないや。これが北トピアかな。王子の駅のすぐ脇にありまして、新幹線とかねそれが展望できるような場所なんですけど、王子駅でしょ。いやお腹減りましたよ。よかった、さっきあそこで角館でバター餅買っといて、もう最後の1個ですけどね。でも腹持ちがなかなかいいですから、これでもう食べ物も飲み物も何にも残ってはおりませんけど、すいません、口に入れながら喋ってね。もう大丈夫でしょう。多分あと1時間もあればさすがに東京には着くんじゃないかなと思ってます。3号車とかどうなってるんですかね。誰かいるのかな。でも誰かいたとしていきなり人が来たら向こうも嫌ですよね。でもこの雰囲気では誰もいないだろうな。これは誰もいないな。やめとこう。鶴見神奈川後にして行けば横浜ステーション、港を見ればもう船の煙は空を焦がすまで。お、私が映ってるよ、あそこの北トピアの窓ガラスに。だからなんだって感じですけどね。別に私が映ってようと映ってまいと関係ないんですけど、暇ですからね。横須賀行きは乗り換えと呼ばれておる大船の、次は鎌倉鶴岡、源氏の功績や尋ねみん。8万いくらでも歌えるんですけど、8万具あれはいいのか、これが合ってるか。でも別にいくらでも歌えるんですけど、歌う動画ではないし、別に今のシーンカットしてもいいぐらいだな。本当ねこんな感じなんですよ。車内には誰もいないし、私だけの空間、1両25メートルの長さがある、3プラス2のこの座席全部私一人の貸し切りというわけでして、トイレとかに行っても誰とも会わないし、お客さんももうほとんど降りてしまって、途中の駅から乗ってくる人もいなかったしね。もうこんな感じですから、マイペースでだらだら長いようですね、新幹線の車内で一人で楽しむということしかないわけです。でもなんと贅沢な時間でしょうかね。これで、もし私がもともとグランクラスの持ってたら、寝るわけにはいかないアテンダントさんとね、適当にこう世間話っていうんですか、なんか喋ったりでもしてりゃいいんでしょうけど、向こうもそんなやつが来たら迷惑かもしれないけどね。でも、旅の道連れもいませんが、いつも私は一人で、こういう何かトラブルがあった時とかもね楽しんでおります。ちょっとなんかそういう昔の思い出話でもしますか。そうですね、
なんかやばい、うわこれすごいなっていうのがあったのはあれかな、札幌発帯広行きのねスーパー十勝ってやつに乗ったら、すごい山の中のシムカップっていうところで倒木がありまして、もう進めなくなっちゃってね、それですいませんやっぱ札幌に帰りますわっつって列車がバックしてね札幌に帰ったことありました。あの時はすごかったですね。通常列車の進行方向が変わる時ね、前と、後ろのお客様とお声掛けの上、こうみんなで協力して席を回してくださいみたいなこと言うんですけど、あの時はもうみんなが疲れ切っててですね、席を回してくださいなんてそんなことは言わなくて、みんな逆向きで帰ってましたね、札幌まで。あれはすごかったな。何もなくて結局5時間6時間ぐらい缶詰になった記憶がありますね。缶詰じゃなかったんだな、シムカップの駅自体には降りられたから、あれもなかなか面白かったです。なんかあれに近いものがありますけど、車内に誰もいないからね、気楽ですよ、本当に。私一人で好き勝手に動画撮れるし、動画撮るとかじゃなくてもね、本当に、くつろげますから、こんなことやってもいいしね、本当に広々してますよ。3人掛けの座席2つ向かい合わせにして1人で使えるなんて贅沢なもんじゃないですか。イオン系マックスが通過していきましたね。いや久々に対向列車がやってきたという感じで、また王子駅から先へ進むことができるんでしょう。なんか調べたらね、上越新幹線もめちゃくちゃ遅れてるらしい。なんか2時とかまでと上野とか東京とかまで走ってたらしいんですね。上越新幹線もなんでと思うんですけど、多分東北新幹線のダイヤがめちゃくちゃになってるということなんでしょうね。相当今日は大変なことになってたんだな。私の今の上越がめちゃくちゃになってたっていう情報はもしかしたら間違った情報かもしれないんですけど、今日はですね、東北、北海道、上越、北陸、秋田、山形、東海道、山陽、九州新幹線、つまり新幹線全部一時輸送障害が、ロイヤルストレートフラッシュといいますか、ビンゴといいますかね、全部フルコンプという状態になっていたこともあったらしいです。王子駅を出発しました。次はどこまで行けるのかって、これはまた別の問題ですけれど、次は田端あたりまで行けるんじゃないかな。向こうに高校と明かりを照らして頑張っている新幹線の姿が見えます。夜のもう静まり返った王子の街、王子ってのは結構大きいところだと思いますけどね、その王子を新幹線がね照らして走っていく、なかなかすごい光景を見てるんだなと自分でも思います。これを一人で貸し切るなんていうのはね、贅沢ってのはおかしな話ですけど、でも一生に一度の思い出になるかもしれないな。これは視聴者の皆さんにもこういったものをお見せできていることが大変光栄です。下今、この本線じゃない新幹線の下のところからね分かれていきましたが、東北本線の奥方面が分かれていったところ、向こうに明かりがちょっとまとまってありますけれども、あそこが奥車両センター、寝台特急カシオペアとか、トランスイート四季島とかが置いてあるような車庫ですが、まだだいぶ離れておりまして、ちょっと進んだところでまた止まってしまいました。ただいまの時刻午前3時を回っております。午前3時2分です。1本また下り東北新幹線の線路を、E5 系新幹線が、進んでいったところです。ちょっと私も眠くなってね、だんだん調子が悪くなってきましたけれど、ただいまの時刻はさあじゃあご覧あれということですけれど、3時43分です。見ましたか？もう一回見ましょう。はい、3時43分です。あと15分で4時です。なんか空が薄明るくなってきたな福島を出てから、3時間くらいが経ったってことなのか、まだ3時間ですけどね、でもね、3時間と7分が経過しておりますけれど、やっぱりこれは気のせいじゃないぞ。走り始めましたね。さあ今度はどこまで行けるかなって感じですけど、明らかに向こうの空が明るいですね。ようやく奥車両センターの真横あたりに来ましたけど、先行の列車がですね、西日暮里の手前で少なくとも停車しているらしいと、ちょっとツイッターに書き込みをしている人がいましたんでね、それで見たんですが、本当に夜行列車になっちゃったよこれ東京に着いた後、感動的だ。まもなく上野です。本当に間もなくなのかな。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線は乗り換え。これ一周して乗り換えられるかもしれないですね。お忘れ物のないよう。スピードは落ちてきましたけど、上野の次は終点東京です。なんか感動的だ。東北新幹線からまさか日の出を見ることになるとはね。これはいつまでも保存しておきたい映像になっております。なんか奥駅に人がいるな。人じゃないか。
人に見えただけでした。あっちが東北線の奥駅ですね。今はどなたもいらっしゃらないようですけれど、でもライトだけはついているようです。車内放送の自動のやつはね、あれ場所でなりますんで、別に本当に上野に間もなく着くという意味ではないんだけれども、ただ距離的に上野が近づいてきたからなっていると、ただそれだけなんですね。実際には上野の到着の頃にはもう日が昇っていてもおかしくないんじゃないかなと思います。冗談抜きで。また動き始めました。本当にそろりそろりと進んでおります。だんだんと明るくなってくるな。空がもう私の目にも明らかに明るいという感じです。いやこれね、本当同じようなことしか言えないんですけど、明るいですよね本当に。で先行列車に乗っている人がなんかツイッターで書いている、そのツイッターの検索のやつで見てみたんですけれど、運転手さんのどうもそのなんていうの、あれがもう手が回ってないみたいでして、やっぱりそれの関係でね、どうやってもなかなか反対列車の運転ができないみたいです。田端のここに改装されてきた新幹線もいっぱいあるんでしょうね。なんかいつもより新幹線が多いような気がしなくもありません。ちょっとどうなのか分かんないですけどね、なんかやってるな。保線作業かあれ。またこんな午前3時4時間もう4時の新幹線の車内から保線作業を眺めて、それを車内でね、あれは保線作業でしょうかなんて、よくこんなことができるなと。あれはそうだな、トラックみたいなやつですよね。線路の上を走れるトラックだ。 JR 東日本東京支社の横も通過します。明かりがついてます。まさか夜通しあそこで何か勤務してたんじゃないでしょうけど、いやあそこに反射する新幹線、奥にはもう白明のね、朝の日の出のその時間、これを見ながらと、いや本当にすごいよ。どんどん進んできました。さっき2本の列車が行きましてね、運転手さんと東京駅側の対応もなんとかなってきたのか分かりませんけどね、駅員さんたち本当に徹夜でどんだけ大変なんだろうと思いますけど、ちょっと信じられないことですよね。明日というか今日も仕事があるわけでしょ。まもなく列車は西日暮里を今通過するところで、そろそろ日暮里です。止まらないでもうこのまま行くのかな、地下のホームに入るのかな、本当に上野に停車するんでしょうか。もうそろそろここから地下に潜る区間になります。こんな時間にここを走ることになるとは思わなかった。さっきも言いましたけれど、一生ものの思い出になっております。もう一回ブレーキをかけて停車するみたい。列車は少しずつ地下に潜り始めてきたところです。向こう側には山手線の日暮里駅も見えるはず。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと履いてからね。日暮里駅はこれか。ちょっとまだ少し離れてましたか。この先のところですね、山手線の日暮里駅は。あれも保線車両じゃないか。ただ止めてあるだけか。いや人がいるな。山手線の保線もやってるんだ。始発まであと何十分っていうところでもまだやってるんですね。車内でお休みになっているお客様にご案内でございます。新幹線の方を照らしてる。上野東京到停車をいたしますが、東京到着まだ30分ほどかかる見込みでございます。ということは4時20分か。山手線の始発乗れるね。多くのお客様が本日はお休みになっております。そのため上野駅の待合室も含めて開放しております。はあ。東京駅は待合室を含め数多くのお客様ただいまお休みになっておりますので、とんでもないことになってるんですね。お、なんだおじさんが通過していく。すごいぞ。面白いものが見られたな。ああいうのって1個だけじゃないんですよね。何個も行ったりするんですよ、立て続けに。前にも2回ぐらい見たことありますけど、京浜東北線の線路を田端方面に逆走していきましたね。到着しましたら上野駅の待合室もご利用くださいますようにご案内をいたします。まだあと30分ほど到着が見込まれます。時間が見込まれます。また反対方面の回送列車が1本。本当に JR の皆様お疲れ様です。大急ぎで列車が1本どきましたので、また1つ列車が入れるということになります。順番待ちもまた1つ順位を進めます。山手線の日暮里駅、
京浜東北線の日暮里駅でもありますけれども、これももうそろそろ始発の時間です。東北新幹線夜行列車になっておりますやまびこ60号ももうそろそろようやく上野に到着できるというところなんではないでしょうか。私は終点の東京まで行きますよ。もう一本新幹線が出ていきます。これも E5 系と E6 系だな。本当にこの組み合わせいっぱい走ってたんですね。もう一本これでまた列車が進めることになるでしょう。そろそろ上野駅に着けそうです。今3号車にも来てみたんですけど、3号車も誰もいなかったですね。さっきまで乗っていた人も途中の宇都宮とか大宮とか郡山で降りてしまっていたようでした。1号車とか2号車も多分そうなんじゃないかな。乗っていた人数的にそうだろうなと思います。お、また動き始めました。今上野駅まで降りていくトンネルの中です。もうね、この列車は多分次トンネル出るのが秋葉原のところまでないですから、それまでの間随分時間かかると思いますんでね、次にもうトンネルを抜けた時にはきっと相当明るくなっているでしょう。そしてたった今時刻は4時になりました。4時というのはね、もう未成年の外出の禁止の時間帯は確か東京都の条例だと4時までですから、もはや深夜ではないということですね。深夜から早朝の時間帯に移り変わったというわけです。2時半とかに着いたら夜行列車って言えるのかどうか微妙だなって感じでしたけど、もうこれは夜行列車と言っていいでしょう。仙台を出たの何時ぐらいなんですかね。多分仙台を0時とかに出たんじゃないかなと思いますけど仙台から東京まで4時間か。昔の在来線特急ひばり号が確か上野仙台間4時間とかでしたからね。同じぐらいの所要時間でやってきているということです。上野を前にしてね、急にいろんな新幹線がどんどん行くようになりました。今1分ぐらい前に1本行ったところなんですけど、もう1本行くようになりまして、多分乗務員さんの手配がついたんでしょうね。新幹線がどんどんと引き上げていきます。ということはこの列車もほどなくして上野に到着できると思われます。ただいまの時刻は4時8分です。さて、いよいよ上野だ。眠い。なお東京駅待合室また電車の準備をしておりますが、大変混み合っているとの情報が入っておりますので、上野駅も広いスペースで待合室の方にお休みになれる場所を確保しております。もう東京着いたら帰るでしょう、始発で。ダメだったらタクシーで帰るか。大変混雑っていうなら見てから帰らないといけないですもんね。いやーすごいな、本当にこの時間まで新幹線走って。上野駅19番線出口は左側。2時間ぶりかな。何これ。北新幹線も北陸上越もそうですけど、普通あっちの方も入りますよね。あっちの方がそういうことか、埋まってるからこっちに出たんだ。始発の新幹線の発車の案内が出てるな。あれこっちには出てないな。あれは出ないのか、もともと。すごいものを見ているような気がします。というか間違いなく見ています。この電光掲示がとても見やすい。定刻23時39分、ただいまの時刻は4時18分ですから、4時間と30分遅れということでしょうか。上野に到着です。おお、久々に外の空気を吸ってる感じがします。降りる人は全くいません。駅員さんもいるのにね、大変ですよね。私がただ乗ってるだけだって大変なのに、あの人たちは仕事してたって言うんだから恐ろしいことです。あれなんだあれ。あれも東京行きで、あの奥にいるのも東京行きなのか。そういうことか。なるほど。運転手さんが上野で降りていかれました。上野から交代ということなのかな。いや本当にお疲れ様でした。この列車盛岡から来てるんですよ。盛岡ですよ、盛岡。
盛岡から上野まで何時間かかったんですかね。多分昨日のなんかね10時ぐらいから6時間ぐらい運転台に座ってたんですね。いや本当に50歳ぐらいの運転手さんだと思いますけどね、お疲れ様でした。ちょっと一旦降りてみるか、まだしばらく出ないんだから。すごい行き先案内だ。まず全部金沢、盛岡、新潟、山形、新庄とか出てるところで1個だけ東京と出てるだけでもすごいんですけど、上り列車がね下りホームに入ってるんだからものすごいことなんですけど、それだけじゃなくて周りの新幹線全部6時台、今の時刻は4時20分、23時39分、やまびこ号1個だけ時間が全然違うやつが出ております。あっちのはやぶさに今パッと行って乗り換えてしまえば東京に行く分から早く着くでしょうけれども、急いでおりませんので。すごいよ本当に。そして20番線を列車が通過するようです。これが東京駅からの回送列車ということで、あれが行きますと列車がまた1本ずつ向こうへ出発できるということになるわけでしょう。私しかいませんよここには。鉄道は人が動かしているんだってことがよくわかります。これらの列車すべて運転手さんが必ず1名は乗務をされているわけです。皆さん何とかその新幹線に乗り込んで、そして東京駅から列車を脱出させるということ、本当にお疲れ様です。確かあれはあの列車は何かでどこで見たんだっけな、もう忘れちゃった。福島の駅で見たら間違いないと思いますけどね、どの列車だったでしょうか。多分また何度もここの列車が通過していくと思いますけど、ちょっともう車内に引き込んでおきましょう。私ちなみに今日はね八郎潟から、今日はっていうのか分かりませんけど、今日は八郎潟から来ております。八郎潟、大館、そして戻って鷹巣から内陸線で角館、そして角館から今度は田沢湖線に乗り換えて赤淵で途中下車をした後盛岡、そして東北新幹線で福島、そして今これに乗っているというわけです。また回送列車が一つ引き上げていきます。それと入れ違いで東北新幹線の21番線の列車がどうも出ていくようです。20番線から回送列車が1本出まして、その代わりにもう1本向こう21番にもう1本回送列車がやってくるようです。あ、向こうから来たの？なんだあれ。この列車の後、あれは始発列車だ。座席の向きがああなってますからね。これ最終列車ですね。あれ始発列車ですよ。同じホームで一堂に会しております。一応本日東北新幹線は始発から平常通りの運転ということで予定をしているということですが、うまくいくんでしょうか。でもかなりうまくいきそうな感じではあります。ここには少なくとも時間通りの表示が出ておりますが、翼121号6時18分発、これやまびこと連結していたような気がするんだけど、やまびこは運休ということになったんでしょうかね。あれ、回送列車が先に追い抜いていきましたよ、私たちの列車を。これは仕方ありません。もうここで上野で東京に向かう人なんてね、もう趣味で乗ってるようなもんですからね。本当どうせ車内で寝てるんだったら変わんないでしょと、まさにその通り。ここは、潔くと言いますか、どうぞどうぞと快く、これ道を譲ることにしましょう。別に私が譲る権限を持ってるわけじゃないんですけど、6時半ぐらいのはやぶさ小町に通到される編成なんですかね。止まってるのはもしかしてやまびこ56号、福島は30分ぐらい早く出ていった列車じゃないですかね。いや、この列車ってグランクラスまだやってるんですかね。ちょっと気になるけどな。ちょっと見に行ってみますか、グランクラス。でももうめんどくさいんだけど、どうだろうか。グランクラス覗くのはやめときましょう。外からであってもあれは覗くもんじゃないですよ。なんだなんだ、もう一本来たぞ、上り列車。あれも回送列車だな。
この列車もしかして上野で運転打ち切りとかになるんじゃないですかね。そんなことないのかな。東京まで一応行くんでしょうか。また回送列車が抜きに出ていきましたね。始発列車に誘導するんだとしたら東京駅のホームをあれでどんどん着々と埋めていくということになるわけですけれど、私たちの列車は東京に入れるんでしょうか。あの列車は E6 系はつないでないのか。なんだ那須塩原行き、那須の279号だって。営業列車なの？次は大宮って書いてあるんですけど、なんだあれは。那須の270、多分回送列車ですよね。でも那須のって出てますよ。全部座席も逆向きだし、那須塩原行きの回送列車だと思うんですけどね。列車番号が同じなのかな。あれでドアが開いたら営業列車ですよね。もし閉まったまんまだったら営業列車ではなく回送列車なんだけど、なぜか那須のを表示しているということになるんでしょう。さあどうかな。回送電車って言ってるわ。じゃあドアは開かないんだ。那須のって表示してるけど回送なんですね。先行のやまびこ56が東京へ向けて出発しましたんでね、次はいよいよ私の番か。ただいまの時刻4時37分です。今車内放送がかかりまして、間もなくドアが閉まりますとそのようにおっしゃってました。いよいよこの列車の順番も来たようです。いやー、長かったと言いたいところですけど、すぐ着けるのかどうか分かりませんが、上野駅を出発。時刻は4時41分。すごいな本当に。福島から4時間の乗車ということになりました。乗車時間自体は新幹線の中ではね、そこまで飛び抜けて長い方というわけではありませんけれども、しかし夜をまたいで乗車したというのは本当に初めてです。しかも列車ホテルというわけではなくて、一応営業列車として、なんかもう本当に感動的だよ。さっきも言いましたけど、すぐ着くっていうわけではないんですけどね。またこれがまもなく終点東京です。東海道新幹線、山手線、京浜東北線、こっちは止まっちゃいました。中央線、東海道線、横須賀線、総武快速線、京葉線。あと30分ぐらい待てばもろもろの始発列車も動き始めますからね。お忘れ物のない乗り換え放送も意味をなすものとなりました。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとう。いや、本日も運行くださいまして誠にありがとうございました。 JR の皆様。 Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at the Tokyo terminal. Passengers changing to the Tokaido Shinkansen, the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the 東京駅では列車ホテルの扱いというのが実際にあるらしいのですが、午前4時10分にそれが始まりまして、午前5時に終わるそうです。結局のところ思ったよりももろもろ時間がかかったので、50分ぐらいしか列車をホテルをやるそういう時間が取れなかったっていうかね、多分もうちょっと早く、本当は2時台ぐらいには列車を全部東京駅につけられるんじゃないかっていう風に JR としても予想を立ててたんじゃないのかなと思うんですけれど、思ったよりも列車が全部到着するのが遅くなってしまったので、結果として列車ホテル扱いが4時10分から5時という50分間で微妙な、ホテルなのかというような感じになってしまったんじゃないのかなとは思われますけれど、でも JR としてもさまざまないろいろ手をね、打ってくれているようで、もう朝だよ。日が昇っております。完全にここは秋葉原です。夜行新幹線で過ごした一晩、 YouTube の動画としてもきっと記録に残るもの、皆さんにもご覧いただく価値のあるものになったでしょうし、また私個人としても本当にまず新幹線のね、大宮東京間がいかにネックになっているかということもよく分かったし、それからまた一晩のその列車の運行、それで乗り心地、じゃあ混雑具合によって意外となんとかなるものなのか、それとももう混んでいたらもうダメそうだなというふうに思うのかとか、いろいろと今後の参考にもなりました。順調に列車は進んでおります。まもなく東京、おそらくはもう途中で止まるということはないんじゃないのかなと思います。長いようで短かったです。初めての経験ばっかりでしたから、
退屈はしなかったですね。ちょっと眠いですけれども、これからお家へ帰ってゆっくり寝ようと思います。今日はもしかしたら一日もうなんだかんだ寝たりとかで潰れてしまうかもしれませんけれど、でもこの4時間で1日分の経験をした気がします。お忘れ物ございませんように身の回りに十分ご注意ください。本日は大変お疲れ様でした。いや、こちらこそですよ。このアップルをもっての到着でございます。終点東京22番線に到着をいたします。お忘れ物ないように十分ご注意ください。本当に驚いた。でももう一回止まるみたいですね。まあいやいや、別にゆっくり止まっていきましょうということです。おお、山手線が動いている。すごいな。結局もう始発列車に乗って乗り換えられる時間まで一晩新幹線頑張ったんですね。なお、函館まで行ったはやぶさ号ももう先ほど30分ほど前に新函館北斗まで到着したようでして、現在東北新幹線で遅延をもって運行されている列車、このやまびこ60号のみです。結局この列車が最後の一つの列車ということになったようでした。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、福島を出ましたのが0時36分、ただいまの時刻は午前4時47分です。4時間と10分、向こうにはちょっとだけ日本銀行が見えますね。ついにやってまいりました。目的地終点の東京です。 JR の皆様、本当にお疲れ様でした。こんな遊び目的みたいな感じでね、軽々しく乗ってきてしまいましたけれども、でも本当にいい経験になったものです。着いた。1時50分に大宮もう出てましたんでね、大宮から、大宮から東京までで3時間かかったということになるわけです。いっぱいみんな寝てるよ。待合室でゴロッと寝てる人もいるし、それから列車ホテルは多分これじゃなくて向こう側に泊まってるE2だろうな。グリーン車とかも開いてる。そうそう、改装扱いになってるけどドアは開いてますね。グリーン車とかも乗り込めたのかもしれません。4時48分か。いやー、長かったね。私はまだいいですけど、本当にこの列車の運行に一晩携わったこの列車だけじゃないけどね、東北新幹線、しかも運行に携わるだけじゃなくて、昨日の昼間から東北新幹線を乱れていったわけですから、その苦労をずっと、対応し続けてきた JR の皆様、大変だったことと思います。謝る必要はもうないと思いますよ、ここまで来たら。よし、忘れ物はないな。ちょっと座席元に戻しておこう。リクライニングぐらいは。よし、これで行こう。私しかいなかったか、乗客もしかして。いや、グランクラスの人が降りてくるよ。あと他に2人、乗客は多分合計で3人で、グランクラスの人たちが今お仕事を終えて朝の明るくなった東京駅に降りてこられている、その姿が見えます。ちょっとあまりにも拡大するとね、個人の肖像権の侵害になりますんで、このぐらいにとどめておきますけれども、よかったですね、グランクラスに他の乗客がいなくて。運転手さん、車掌さん、そして駅の皆さんとグランクラスのアテンダントさん、車内販売の方はちょっとここにはどうも見当たりませんけれども、本当にお疲れ様でした。それでは大変長くなりましたけれども、目的地東京まで到着いたしました。夜行新幹線やまびこ60号の乗車の様子、皆様にご紹介させていただきました。本日は本当はね、あと2時間ぐらいしたところで、山形県の米沢から出発をしてですね、そして奥羽本線の板谷峠の各スイッチバックの駅を降りていって見物をしてみるという予定だったんですが、全然違うところに行ってもうすでに東京へ到着しております。でも本当に貴重な経験ができたもんです。YouTube 動画とかするんじゃなくてもね、単純にこれは乗れていい経験になったと思いますよ。じゃあ、なんか名残惜しいですね。ここまでずっと撮り続けてきましたんで名残惜しいけれども、動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。そうだ、東京駅のホームっていうか、なんか中がすごいことになってるらしいんで、その様子までご紹介して、それで終わりにしますね。パッとお伝えします。すごい世紀末みたいになってるな。銀マットが支給されたんだ、 JR から。みんな使ってるもんな。